みけちゃん、花粉症。こんにちは、みけちゃんです。皆さん、元気ですか？私は元気です。日本は今、花粉症で苦しんでいる人が多いです。毎年、この時期になると、くしゃみが止まらない人をよく見かけます。日本に来て花粉症になる人もいるみたいですね。花粉症とは、花粉によって引き起こされるアレルギー症状です。症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、喉のかゆみ、喉の痛み、咳、肌荒れ、頭痛、発熱などがあるそうです。なんだか風邪の症状によく似ていますね。辛そう。日本には一年中いろいろな花粉が飛んでいるそうですが、日本で花粉症といえばスギ花粉が原因の人が多いと思います。2月から4月に最もスギ花粉は飛散するそうです。寒暖差の激しいこの時期、風邪をひく人も多いので、花粉症か風邪か素人目には判断が難しいです。花粉症はアレルギーなので、花粉症になる人とならない人がいます。でも、どうして花粉症になる人とならない人がいるんでしょう。少し気になったので調べてみました。花粉症にまだなっていない人は予防する方法があるのかも気になります。花粉症になりやすい人は遺伝的にアレルギー体質の人が多いそうです。また、排気ガスの多い地域は少ない地域に比べて花粉症の人が多いそうです。アスファルトに落ちた花粉は何度も舞い上がってマスクをしていないと吸い込んでしまうんですね。ちなみに花粉症のメカニズムは以下の通りだそうです。1、花粉が鼻から侵入、鼻の粘膜に付着。2、その花粉がアレルギー物質を放出。3、2を見つけた細胞が抗体を作り蓄積。4、3の抗体が溜まりすぎてしまうと花粉症の原因物質を放出し発症。花粉症が原因で目が真っ赤になって充血している人もよく見かけます。とてもかゆいみたいで目をこすってしまうから悪化してしまうんですね。メカニズムは鼻と同じで目でも同じことが起こっているそうです。大変。最近は花粉症用のメガネをかけている人も多い印象です。プールに入るときに使うゴーグルのように外から花粉が入ってこないように顔に密着した作りになっていて簡単に花粉症対策ができそうです。花粉症で目が辛い人にはとても良さそうです。薬局に行くと花粉症の薬や目を洗う液体、鼻うがい用の液体などいろいろな製品が売られています。
症状がつらいとき、これらを使う人はいるみたいです。毎年、花粉症になる人は、早めに病院に行って、早めに薬を飲むそうです。そうすると、症状が和らぐそうです。私の母親といとこはひどい花粉症です。毎年早めに病院に行って薬をもらって飲んでいます。そうするとほとんど症状が出ない年もあるそうです。花粉症はくしゃみ、鼻水など日常生活に悪影響が出ることも多いみたいです。とても辛い人も多いようです。花粉症の原因といえば、スギ花粉が有名ですが、それ以外にも、ヒノキ、白樺、稲、ブタクサ、ヨモギなどの花粉が原因で、花粉症になる人もいるそうです。何かしらの花粉は一年中飛んでいるみたいです。初めて知った。日本人の花粉症の約7割が杉が原因の花粉症だそうです。なぜでしょう。それは日本の森林の約2割が杉林だからだそうです。杉林は日本各地にあり、スギ花粉の飛散距離は長いそうです。2月から4月は特に注意が必要です。なぜ日本にはこんなに多く杉林があるのでしょうか。戦後、高度成長期に杉やヒノキが植えられたそうです。高度成長期は木材需要が増えた時期です。家や電柱に木材が必要だったので、比較的成長の早い杉やヒノキが植えられたそうです。ただ、今となっては木造の家は少なく、木の電柱は見かけません。木の需要が減り、木が伐採されることも減り、杉林だけが残ってしまったんですね。杉は植えてから木材として利用できるまで4、50年かかるそうです。せっかく育った杉、かわいそうです。花粉症対策には、花粉にできるだけ触れないようにすることが大事みたい。サングラスやメガネ、マスクをすれば目や鼻から花粉を取り込む量が減るみたいです。また、ツルツルした素材の衣服は花粉がくっつきにくいみたいです。帰宅時、家に入る前に花粉を払って手洗い、うがいをして花粉をきれいに洗い流すのも効果的みたいですね。目に見えないけれど家に入る前に払うだけで花粉が落ちるって面白いですね。花粉症予防に毎日やってみようと思います。先ほど花粉症は遺伝的な要素が強いらしいとお伝えしましたが、生活習慣で少し改善できる可能性があるそうです。バランスの良い食事、十分な睡眠、規則正しい生活とストレスをためないようにすることで改善する可能性があるそうです。ストレスは怖い。症状が出たら早めに病院に行った方がいいことは確かです。なんだか目がかゆい。お散歩中に目に花粉が
たくさんくっついたのかもしれません。早速、顔を洗って手洗い、うがいをしてみます。花粉症の皆さん、お大事に。私は予防に励みます。そうそう、仲良しのまめちゃんがパトレオンのサイトにこの YouTube の PDF とテキストをアップしています。もしよければ使ってね。詳しくは説明欄を見てね。リンクが貼ってあります。またねー。